お客様に喜んで帰ってもらう、感動して帰ってもらうが、今すぐ飛行機に乗ることが大切かなと思うんですよね。今すぐ飛行機に乗ること。本当そのコロナというのにはなかなか鍛えてもらえた。80億分の1の地球人という捉え方をすれば、どこの国。海外起業家の誰も知らない人生ストーリーをお伝えする The Stories Behind My Story。 アジア各国で飲食店を展開する起業家矢野純一郎さん。彼の物語は東南アジアでの新たな挑戦へ。仲間と共に立ち向かった幾多の壁、次世代への熱い思いに迫ります。そこからまた今度は日本に行かれた。そうですね。1年上海で終わり、でそのまま日本に行って、ライフワークとしては、その東南アジア、その時は上海にまた戻ろうと思ってたんですけど、東南アジアでそういう環境の中で働く、飲食でどうしてもその学歴がない人の働く対象っていうのに発展途上国だとなっちゃうので、そうじゃなくて学歴なくたってしっかり一生懸命働けばこんだけ稼げて親に仕送りできるんだよっていうことをする、ライフワークとして自分したいなと思ったんですけど、その前提に僕もちゃんと商売して自分もご飯食べていかなきゃいけないしっていう商売を成立させなきゃいけなかったので、ちゃんと日本で商売を成立させて、でその上で自分のライフワークに踏み込んでいくっていう段取りを組もうと思い日本に戻って、当初の予定の時の通り、27歳の誕生日に独立するっていうのに向けて、ちょうど日本で着いたのが誕生日の1年と2、3ヶ月ぐらい前だったんですけど、じゃあ1年と2、3ヶ月で独立を目指してやろうみたいな感じでしたね。川崎で今お店何店舗かお持ちだったと思う、最初から川崎でオープンしようかなっていう。いや、全然最初は川崎じゃなくて目黒区の学芸大学っていうところなんですけど、創業店舗が日本で残り1年、誕生日まで1年2、3ヶ月あって、日本でもちろん働いたことなかったので、日本で働くのはどういうことかっていうのも含めて、新しい経験ですね。なんで1年間日本でどっかでお世話になって働いて、その上で独立を目指すっていうとこだったので、そこでお世話になったお店が自由が丘だったんですね。なので土地も全然わからないので、もう独立する時もその自由が丘の沿線、東急東横沿線沿いがいいなと。のでその1年間自由が丘でお世話になって働きながら、少し時間ができた時に各駅降りてって、視察しながら自分が住みたい街でまず始めようというので、渋谷から武蔵小杉ぐらいまでの間のどっかにしようみたいな感じで1個ずつ全部駅を見ていって、学芸大学いいなみたいな。両サイドにロータリーがなくて、両サイドに商店街伸びてて、すごくそのアットホームな街だなっていう、この辺で物件があったらなっていうので、そのまま27歳でポッと、雑居ビルの3階が空いたんで、そこをすぐ契約させてもらいスタートしていった感じですね。いや、なんかもうそう好きなんですよね。下町とかアットホームみたいなのが好きなんで。日本で起業するにあたっては全然何か苦労されたことっていうのは特に。すげえ苦労したというか、バンクーバーの時も繁盛店で働いてましたし、上海はその時飲食ブームというか和食ブームにも相まって、その新店舗オープンした時も、それなりに最初から忙しい店になってったんですね。で、自由が丘で日本で1年やらせてもらったところももちろんそこ大繁盛店の店にお世話になっていたので、自分がやれば絶対繁盛店になるじゃんっていうどっか過信があったんですよね。もう舐めてたんですよね。忙しい環境しかいなかったので、当たり前じゃん、忙しくなるのが当たり前じゃんみたいな。そんな甘くなっていいですよね。何もないわけですよね。何もない自分がやったってそんなに誰も来るわけがないので、本当オープンして1日1人しか来ないとか、もう毎日本当に暇で、個人の口座も会社の口座もほとんど10万円とかを切っていったりとかして、初めてそんなに経営ってこういう風に考えなきゃいけないんだとか、どうしよう、みんなの給与どうしよう来月とかいうので、本当半年ぐらいは、言い方あれですけど地獄を見るというかですね。だからもう本当毎回行き当たりばったりなんですよ。上海行って感化されてわーってなってこれやるとか、もうとりあえずやってみるしかないみたいな性格なんで、それですごい本当はもっとみんな準備してとか市場調査してとかマーケティングしてってやるんでしょうけど、そういうこと全く分かってなかったんで、俺の料理はうまいしみたいな、そんな入らないわけないじゃんみたいな感じだったんですよ。そこからじゃ
から繁盛店に至るまではどのように何かいや、工夫されたことってありますか？何もやってないんですけ何ど、もやってないんですけど、僕の感覚はやっぱ、当時ですね、今の日本がじゃあどんどんいい飲食店ができて、さらに環境厳しくなってる日本で当てはまるかどうかは分からないですけど、やっぱり愚直に真面目にやるっていうことがもう一番のお客様に対するアンサーかなと思うんですよね。なんでもう本当に丁寧にお客様に喜んで帰ってもらう、感動して帰ってもらう、入り口の外までお見送りをしてお客様が見えなくなるまで手振るとか、ありがとうねっていうその本当の自分の心の気持ち、でも本当にそうですから、結局僕たちのご飯って明日ご飯食べれるのってそのお客様が来てくれて喜んで帰ってもらうから僕たちご飯食べれてるんで、ただその全面的に毎日お客様に伝わるようにしていれば、おのずとやっぱお客様はまた来てくれるしっていうのでリピーターが増えていって、気づいたらなんかすごい売り上げついてたよねっていう感じだったので、やるべきことを一生懸命楽しくやったっていう感じですね。そう当時やってたのはどうも今日はありがとうございましたって言ってエレベーターの前でどうもありがとうございますって言って閉まった瞬間に、階段猛ダッシュ猛ダッシュして1階で待っててチーンと開いた瞬間にどうもご無沙汰ですねなんて言って一笑いみたいな。そうですよね。なんかそういうのを気持ちを前面に行動で移すお客様に対して、っていうのがやっぱりその下町というか東京の中でもちょっと下町だったんで、そういうのは刺さるっていうか喜ばれたんじゃないかなっていう感じです。そこからじゃあ日本国内で店舗も拡大していき、そこからいよいよ海外店舗オープンとなるかと思うんですが、そこの流れをお話ししていただいてもよろしいですか？そうですね、もう本当にもう創業からメンバーにも言ってて、僕のその上海での生活と、ゆくゆく将来的なそのライフワーク的な部分は会社としての、ミッションでもあるっていうことは伝えていて、3年で3店舗にしてその先に海外に挑戦していくという過程の中で、じゃあいざ、上海なのかとか、その他発展途上国で僕がその上海の時に思ったことを表現していくのかっていった時に、やっぱりその海外とか発展途上国に対する知識経験があまりにもやっぱ乏しいで、いろんなところに視察は行ったんですけど、ちょっとまだすぐポンと行ってできるかどうかわからなかったので、当時もう東南アジアでも本当トップを走ったシンガポールに行けば、その他周りの発展途上国、ここカンボジアだったりタイ、ベトナム、ラオス、ミャンマー、フィリピン、その他っていう情報がものすごく入ってくるんじゃないかなっていうのを肌ですごく感じたので、まずその、ベースとなる東南アジアに行くためのベースとなるためにもう一個ワンクッションで、シンガポールを挟んでから行こうっていうので、シンガポールにまず進出、でその2年後にそこで得た知識経験と、シンガポールにいながら、カンボジアを含めいろんな視察をしたんですけど、カンボジアっていうところを選ばせてもらって、カンボジアにその後来るっていう流れですね。シンガポールでオープンされる時、ローカルの方っていうのをハイアリングされたんじゃないかなと思うんですけど、ハイアリングで何か苦労されたことってありますか？外国人を雇うってことについて。そうですね、やっぱシンガポールは発展途上国に行くためのステップだったので、やっぱ国の形ももうその当時もう 2,3 年前ですけど、もう当時でもやっぱもう日本とその状況が似ていて、少子高齢化で若い働きがどんどん減ってってるっていうのがあったので、そういう意味ではその飲食で働く雇用を生み出すっていうのはやっぱ日本と同じだけの苦労はありましたね。ただ外国籍だから難しいっていうことはあんまり感じたことはなくて、もちろんそれは個のあれでね、合う合わないはありますし、言葉の壁とかもあると思うんですけど、そもそもその雇用が難しいっていうのがあったので、そこにはすごく悩みましたね。日本も今もそうですけど。で、雇用してしまえば僕たちの考え方としてはもう、ずけずけと心の底まで入っていくんで、それが合うか合わないかのあれだと思うんで。面接の時に必ず聞いている一言とかありますか？面接の時は、基本的には会社の理念に賛同できるかどうか。でこれが嫌だったら絶対ここでは働かないでくれっていうことと、僕はこういう気持ちでやってるんで、それに対して一緒に頑張ろうねって、それが OK か OK じゃないかぐらいですかね。だからスキルとか経験っていうのは問わない。やりたいことがマッチしてるのと、会社の理念がマッチしてるのとっていうことですね。
片なしっていう、会社名ですね、レストランの名前になってるかと思うんですが、こちらはどういったお気持ちで付けられたんでしょうか？これも上海に住んでる時にもう妄想、もう上海に住んでる時にストーリーが出て日本に行って日本から行くぞってなってたんで、もうその時に妄想して会社名何しようかとかもう考えてたんですよ。で、その時に中国にいるから漢字ってやっぱかっこいいよねとかって、だからそういうの盛り上がって、A 型、B 型の型に何もないなしで型なしなんですね。で、これは、基本原則一つの考え方としては、もうお客様に喜んで帰っていただくっていうことが大きくすごく飲食としてはテーマなので、僕としては型にはまることなくお客様が喜ぶこと最優先の型にはまることなくの型となし。なるほど。だからこう自由度高くうちのメンバーにはしてほしくて、だからスモールカンパニーですし、そのチェーン店でもないので、うちはその接客サービスマニュアルっていうのは基本の一部しかなくて、あとはそんなにないんですね。っていうのは、お客様にどういうふうにビールを提供するかとかいうのもガチガチに例えばマニュアルでお客様の斜め後ろ右45度からこうなってこういうふうに出すって言ったら全員その形になると思うんですよ。それはそれですごく素晴らしい統一されたサービス環境ではあるしなるんですけど、それだとその子がこのお客様に喜んでもらいたいっていうのは全部個性が失われるなと思うんですよね。さあ来ました、美味しいキンキンの生ビールですってやりたいやつもいるわけじゃないですか。なんかそういう風に自分が好きなようにどうやったらこの一つの商品をお客様に提供する、作るで喜んでもらえるかっていうのを自分で考えて行動することにすごく価値があるので、型にはまってほしくないなっていうので型なしになったっていう感じですね。そこからじゃあ今カンボジアの店舗は今何名で？今全部14人ですかね。14人。カンボジアの他にも台湾だったりとかちょっと他のところもホームページで拝見したんですけど、そちらはじゃあポン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 とどんどんオープンを。そうですね。台湾は共同というか師匠とちょっとやったりとかしてるので、僕のメイン事業というかライフワークを含めて今やってるのはもう完全にカンボジアを中心に。ありがとうございます。今までいろんなお話をお聞きさせていただいたんですが、純一郎さんにとって影響を与えた人物、影響を与えた方っていうのはどなたでしょうか？めちゃくちゃいっぱいいますけど、まず一人は月並みですけど、やっぱ両親というか、父の影響は大きくて、本当に幼少期に僕をカナダに連れてってくれたっていうことが大きいかなと。もともと僕そんなにその心も強くないですし、A と B という選択肢があると必ず優しい方、甘い方に行ってしまう性格はもう自分でよく分かっているので、それをカナダで生活することによって自分を律しなきゃいけないんだとか厳しくしようって言って厳しい方って選べる感覚を持てるようになっていったのはきっとそうやってカナダに僕を連れ出してくれたおかげだと思うんで、父はもう本当一人かなと思いますね。あとはバンクーバーだったその居酒屋で働いた師匠、今でも兄貴分ですけど、師匠は本当に僕を飲食を好きにしてくれたので、やっぱり好きこそものの上手なれ。好きじゃないと商売ずっと続かないと思うので、やっぱり飲食が好きにしてくれた、この世界に僕を引き込んでくれたってことに関しては、めちゃめちゃ感謝してます。本当に。だからその居酒屋に行って面接した時に、僕のこと2回ぐらい落としてるんですけどね。そうなんですね。忘れられないですね。19歳ぐらいで、サングラスつけて、バイクのヘルメット持って面接お願いしますって僕入ってたらしいんですよ。記憶ないんですけど。向こうからしてみたら、こんなやつ絶対採用しないよみたいな感じだったらしいんですけど。でもそこからもう、でも。いや、本当ありがたいですね。全部叩き直してくれましたね。鼻っ端は全部折ってもらって。起業したての頃の自分自身に伝えたいメッセージは何でしょうか？くじけるな、じゃないですか。くじけるな。大丈夫、諦めるな。諦めるな。それは、2回ほど僕も起業した後に、本当に苦しいなっていうのがあったんで、その時にもう僕は全部やめようとかって思ったことがあったので、それを乗り越えて、これってなんとか今があるんですけど、そんなことがあっても諦めるなよ、大丈夫だからねとは言っときたいですね。ちなみに苦しかったことをやめたいなと思ったことのきっかけって何か？1個はコロナですね。飲食業なので、かつ日本から出れなくなり、海外のお店が行けない遠隔だけで、これは大変なことになったぞっていうの時に、カンボジアのマネージャーがすごい嬉しいことなんですけど、ちょうどその前に結婚していて、妊娠したと。
いや、おめでとうございます。あ、ちょっと待って、コロナでいけない。あれ、彼女何ヶ月もこれ休むってなると、あ、店回らない。あ、済んだって なっちゃったんですけど、どうしようってこう、テレビ電話で話した時に、大丈夫です、ボス。私の方でやっときますから。いやいや、無理。だってほら、お腹大きくなるじゃん。もう休んでくれってもちろん言ってるんですよ。で結局、生まれる1週間ぐらいまでお店にいて、生まれた後3週間ぐらいにお店に帰ってたんですよ。すごいですね。とんでもないなと思って、私がお店見ときますからっていう。すごいチームですね。なんかこうやってくれて、ギリギリのとこでこう乗り切って、もちろん途上国なんで、補助金一切ない中で、お客様とかもなかなか足が遠のいたり、強制的に3週間国から休まなきゃいけないっていう指令が出たり、もう結構ギリギリのとこまで来てたんですけど、彼女がいなければもちろん絶対潰れてましたし、本当そのコロナというのにはなかなか鍛えてもらえたっていう感じがありますね。でもそこでまた素晴らしいチームを持っていらっしゃるんだなってことをこう認識できたっていうか、そうですね。頼れる。いや、めちゃめちゃありがたいですね。はい。はい、ありがとうございます。普段の矢野社長さんについてお話ししていただいてもよろしいですか。どんな社長さんでしょうか。はい、いいでしょう。ボスはめっちゃ元気、優しい。私たちボスできない言っても、もう全然大丈夫。トライしてみて。怒ったりすることありますか。あんまり見たことがない。怒るあんまり見てない。最初に矢野社長と会った時どんな印象でしたか。私厳しい社長と思った。その時ただ一緒に働いて分かった。ボス優しい。じゃあ一緒に働いて楽しい。めっちゃ楽しいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。座右の銘について教えていただいてもよろしいですか。座右の銘ないんですよね。なんか僕もいろんな本を読んだり、いろんな人の話とか聞いて、なんかこう座右の銘何ですかってあるじゃないですか。僕もいつも考えるんですけど、僕ね、ないなって思って、かっこいいこと言えないなと思って、だけどそれが刀しかないんだよね。もうそれでいいかなと思ってるんで、その時その時感化されたりとか、その時その時心に震えたところに自分の本当の信念があるっていう生き方の方が性に合ってるのかなと思うんで、座右の銘はなしにして、その時その時にいただいた言葉が僕の座右の銘になっていくっていうスタンスに、わかりました。してます。ありがとうございます。これからの目標だったりとか、どのようにして活躍したいなとか、夢だったりとか、そちらについてお聞きしてもよろしいですか。はい。それも本当にこのライフスタイルというか、もちろん商売として、自分たちがご飯を食べていくっていうのは大前提なんですけど、そのライフスタイル、上海からつながっている僕のずーっとこうやり続けたいっていうことは、この東南アジア、今だったら僕はカンボジアですけど、カンボジアで、飲食で働いてる子たち、うちのメンバーも全員田舎から来てるんですけど、その子たちは本当に家に、仕送りをする、そして自分たちを食べさせていくっていうためにこの町に出てきている。うちのマネージャーなんかも9人兄弟の8番目とか言ってたかな。で、もう本当お兄ちゃんお姉ちゃんとかみんながお金を稼いでお父さんお母さんを支えたりとかしながらやっているっていう状況下で、じゃあ本当彼女たちが仕送りができてご飯が食べれる適正なお給金をいただいてやれるっていうことがすごく素晴らしいと。で、まだまだ飲食っていうのがすごく地位が低くて、学歴がないから飲食なんでしょっていうのがどうしても周りから見られがちなところを、飲食って素晴らしい仕事ですし、ちゃんとお金も稼げるんだよっていうのを堂々と一緒に働いてるメンバーが胸張って言えるっていうのを、一件でも多くというか、一人でも多く増やしていくっていうのをライフワークとして、やっていくっていうのが、これから向こう10年ぐらい自分がやりたいことかなというふうに思ってます。はい。今こちらのチャンネルを見ている海外企業をしたいなと思っている方が今からできることしておいた方がいいなって思うことって何かアドバイスありますか？準備というか、今すぐ飛行機に乗ることが大切かなと思うんですよね。今すぐ飛行機に乗ること。すぐ何かできるとか、何かしろっていうわけではなく、僕は上海で思ったのは、やっぱ自分で肌で感じて見たからすごく心が震えたっていうのもあるので、いくらテレビ見て
とかラジオで聞いて本で読んであってわからないことが山ほどあって、実際にその環境に行った時にこうなんだ、でこの人たちはこういうことを求めてるからじゃあ俺これやろうとか、そこで出てくるアイディアとか思いっていうのが一番最優先されるべきだと思うので、もし本当に海外でやってみたいなと思うんだったら、その対象となる海外、僕であればカンボジアとかに、もう本当に少しでもいいからアルバイトでも何でもいいのお金を貯めてチケット取って1週間でもいいから飛んでくる。で、自分で一生懸命自分の足で回るっていうことが一番企業への近道だと思いますし、本当にその現地の人たちが求めてるものっていうのを把握できると思うんですよね。やっぱ現地で見る、聞くっていうのが一番の近道なんじゃないかな。そこでリアルを知ってっていうことで今までの授業にもやっぱりつながっていらっしゃるかと思うので、体験してみるってことですね。いや、だと思います。はい。これから海外企業を目指している方について特に伝えたいアドバイス、最後にお願いいたします。アドバイスというか、海外に行きたいとかやりたいって思っているんだったら絶対僕はやった方がいいかなと思っています。語弊がないように僕すごい日本好きですし、愛国心めちゃくちゃ強いですけど、それでもすごい日本って今少子高齢化で、これからどんどん人口減少していく。なんならつい去年で平均年齢が50歳を超えたっていう日本の中でやっていくには、めちゃくちゃ狭いというか縮小していく世界観がある中で、1億2000万分の1の日本人だって捉えるよりも、80億分の1の地球人という捉え方をすれば、どこの国に行ったって商売はできるし、どこの国に行ったって過ごすことはできるかなと僕は思うので、それならばすぐ80億分の1の地球人に自分はいるんだっていう考えでいくと簡単に行けるんじゃないかなと思うので、世界というか、隣の県に行くぐらいの、感覚で起業してったりとか、やりたいことをやった方がいいんじゃないかなというのがあるので、その方が気が楽かなと思うので、はい。アドバイスになってるか分かんないですけど、どうかなと思います。ありがとうございます。純一郎さんの人生を一言で言うと何でしょうか？いやー、これもわからないですね。人生一言で言えば難しいですね。いや、もうでも心が震えることをやってるだけなのかな。でも行き当たりばっちしでじゃあ。はい。はい、ありがとうございます。ストーリーズの視聴者特典をいただけるということで、さっきちょっとお聞きしたんですけど、はい、日本の店舗に来ていただいて、ストーリーズを見た。そしたら一番うちのおすすめを一品お出しするとか。あ、本当ですか？はい、いいんですか？もちろんいいです。ありがとうございます。今、川崎に3店舗、あるので、その3店舗だったところって感じですね。はい。ありがとうございます。しますと、詳しいちょっと内容を概要欄からちょっと見ていただければと思いますので。ありがとうございます。はい。ということで、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。アジアの異国で若者に働く意味を伝え、雇用の場を作り、日本で当たり前だったおもてなしを一人一人の心に届けていく。純一郎さんの人生はまさに型破りでした。海外に出店することは単なるビジネスではなく、文化をつなぎ、人を育て、未来を作ることだと教えてくれた。彼の挑戦は今も続いています。次回はサロンで T プラス着物を主催し、映画の衣装現場でも活躍するプオポロヒロコさん。海外で着物と向き合い続ける彼女のビハインドザストーリーをお届けします。